最近有名 YouTuber のスーツさんが悟られて国際さんと同じことを発信されてますがご存知ですかということで、はい。知ってますよ。まあ、聞かれるだろうなと思ってましたよ。で、リハックの、2時間半のね、特別配信も全部見まして、面白かったですね。はい、まあまあまあ、ブスーツさんの今のお気持ちは、よくわかる感じです。ちょっとね、そう気味というか、落ち着きのない感じが出てますよね。で、まあいろいろ言われてますけどね、精神疾患じゃないかとかね。まあそう思われるわな。はい。でも、これはまあね、スーツさん別に知り合いでもないし、まあ僕がどうこういう話でもないんですけどね。まあまあまあ。まあ見た感じ本当に、ああ、気づかれたんだろうなと思いますよ。はい。で、ただね、彼はね、釈迦の域に到達したみたいなこと言ってますけども、そこまでではないのかなと思って見てました。はい。皆さんは知ってんのかなこのスーツさんの話。これ話しても皆さんついていけるんだろうか。旅系 YouTuber のスーツさんという方がいらっしゃいまして、ものすごいフォロワー数ですよね、YouTube のね。はい。旅行というか、まあ、乗り物だとか、ね、土地の歴史だとか、いろんなことを面白く発信してくれていた、まあ、いわゆる旅系 YouTuber のね、まあ、大御所と言っても、まあ、お若い、20代ですよね、スーツさんまだね。うん、今に、いくつぐらい、30近くなってきてんのかな。はい。そんな彼が、10月何日、一月ぐらい前に、突然なんか、あれは X か何かの投稿でしたっけ、悟りましたという、表明をして、そこからまあ、界隈がわちゃわちゃと、どうなんだっていう、流れになっていて、その後村上隆さんとの対談とかね、編集者の箕輪さんだとか、まあ、交えて、また配信したりだとか、まあ、いろいろされていたんですけども。がね、これね、まあ、興味深かったし、いろいろ話題になってたんで、お話し会なり僕の配信なりで、まあ、聞かれるだろうなとは思っていたんですよ。で、あの、次のね、サンガの配信でね、それちょっと特集してやろうかなと思っていたんですよ。で、資料とかいろいろ作って用意してたんだけど、ここでもちょっと話した方がいいのかな。うん。いや、見た感じ、別に精神疾患ではなくて、本当に気づきが起きたんだと思って見ていました。はい。で、ただまあ、彼の様子だとか言動とか、そういうのを見る限り、第一段階の気づきは確実に迎えたんだけど、そこから第二段階がまあ、この後、おそらく来るであろうというところで、まあ、それまでちょっとね、どうなるかなというのをちょっと見ていたんですけど、まだわかんないですね。まだ一月ですからね。これからちょっとずつ落ち着いてきて、さらに深いところに気づかれていく流れに入るんじゃないかなと思いますけども。ちょっとまあマニアックな話になるんですけども、宗教的な、話でね。魔境でさまよってるとかそういうことじゃないです。彼はもうちゃんと気づいてると思います。はい。で、第一段階のその悟りっていうのが、いわゆる色即是空っていうことが、まあ、理解できた、見抜いちゃった、それが訪れたんだと思うんですよ。でもその後にね、空即是色の気づきがやってくるんですよ。それがないので、ちょっとね、彼のその落ち着きのなさだとか、あのちょっとね、突拍子もない行動に見えたりだとかっていう感じが、見受けられるんで、おそらくまあ、しばらくしてまた落ち着いてくるんだろうと、あの、思いますけども、はい。色即是空、空即是色って聞いたことあるかな。
色即是空っていう部分の理解は彼がまあ配信で話してた通りなんですよ。あ、全部夢だったというかね、幻だったって、何に縛られてたんだろうっていろんな執着が落ちていく。それがまあ第一段階の色即是空の気づきですね。そこからまあ、何を獲得したのかっつうと、別に特殊能力が身についたわけでもないですしね、本当の意味での自由っていうことが分かったんだと思うんですよ。で、それがまあちょっとね、振る舞いとかに出てたりとか、してましたけどもね。あの自分の飲み物を飲まずね、ディレクターの高橋さんの飲み物を飲み、ね、配信始まって椅子に座らずテーブルの上で寝転がり、ね、いやもう恥ずかしくないですよって突然ズボンを脱ぎ出したり、ちょっと気候に走ってる感じが見受けられましたけども、あそこはまだちょっと、ね、出ちゃっているってことは、あの、うん、ちょっとかなっていう、はい、感じですね。それがまあ空則税式の、理解になっていくと落ち着いていくと思うんですけども、はい。ちびさん。チャットの反応も興味深いし、精神疾患ではとかコメントされてて、人それぞれの反応が興味深かったですね。って、はい、そうですね。ねえ、本当何がきっかけで、いつどんな形で訪れるかって本当わかんないんで。ねえ、開放感は半端ないんでしょうねって、本当に半端ないよ。もうね、自由ってなるからね。危ない人にしか見えんだんかいって。うん。だからまあ、解放された、その清々しさと一緒に、まあ、ちょっとハイになっているところが見受けられましたよね。それがまあ、一般的に見ると危ない人ってことになると思うんですけども。うん、いや別に人に危害を加えるようなことは一切しないと思いますんでね。はい。ですね。うん、だからそこをわざとやっちゃうところがちょっとハイなんだよね。そこ分かったからといってそうしなくてもいいね。ちょっとね、出過ぎちゃってる感じがあると思うんですよ。あのこれね、ちょっとキーワードを出そうかな。色即是空の、まあ、最初のね、気づきっていうのは、あのモラルからの解放なんですよ。で、モラルだとか常識だとかね、ルールだとか、まあ社会的な約束事いろいろあるじゃないですか。いわゆる道徳ってやつですね。で、それがもう全部幻想だったんだってことを見抜いちゃって、本来もう最初から自由だったんだって、そこに気づかれたって。まあこれが第一段階。ね、なんですけども、彼の言葉でね、ちょっと気になったのがね、確かに見抜いてはいるんですけど、愛がないんですよ。行動にも発言にも。で、ちょっとそこが、まこれからなのかなと思って見ていたところなんですけど、まあ僕も偉そうなこと言えませんけどね、まだまだ思い出している最中でございまして。で、モラルから自由になったっていうのが第一段階。で、これが空則税式の次の気づきが訪れると、エチカの発露があるんですよ。モラルから、エチカっていう、意識の転換が待ってるんですね、この先に。エチカって聞いたことあるかな。モラルとエチカっていうのはちょっと方向性が違ってね、あのモラルはいわゆる道徳ですね。社会的なルール。はい。で、例えば、飲酒運転しちゃいけませんよ、みたいなこと。で、こういう道徳ってのは、外側にルールが作られていて、それを個人が強要されるみたいな感覚ですね。ね、電車の中は大騒ぎしちゃいけないようだとかね、ここは禁煙だからタバコ吸っちゃいけないようだとか、いろいろあるじゃないですか、社会のルール。で、それは、いわゆるモラルっていうやつなんですよ、道徳ね。で、
エチカっていうのは、内側から外側へ、ベクトルが逆になっていて、で、最初の、まあ、さっきの飲酒運転で例えると、飲酒運転をしてはならぬ。で、外側から強要されるのがモラルですね。で、彼はそこからの解放というのを、まあ、見せたわけですよ。全部ルールね、でっち上げだった。で、えー、あのーで、エチカの方は、飲酒運転したくないっていう内側からの発露なんですよ。ね、外側のルールがどうか関係なく、別に飲酒運転禁止になる前からも、ね、いや、酒飲んで運転したいとは思わないよっていう、ここの部分がエチカっていう、倫理、これが倫理と道徳の違いになってくるんですよ。道徳は外から内へのベクトル。エチカは内から外へのベクトルなんですよね。で、この両方が、見えてきて、まず第一段階は、モラルからの解放。で、そこに、エチカの発露がないと、それこそやばい人になっていっちゃうわけです。はい。ここら辺通じるかな。はい。だから別にね、うん、彼がまあちょいちょい言ってたキーワードでその執着がね、消えたっていうのはそこなんですよね。モラルに対してね、外側から強要されてたものに対して、それにまあ準ずるぞっていう自分を抑えてた部分がまず外れましたと。で、それはそれで、あ、見抜いたねで、いうことなんだけども。うん、今度はそっちのね、内から外へにどういう表現が、展開されていくのかっていうことだと思います。はい。で、どっちでもいいだとかね、そういうキーワードもいっぱい出てましたけども。まあ、まさにわかるよって、別に精神疾患ではないと思うよっていう感じで見ておりました。はい。スーツさんについてはこれぐらいでいいだろうか。はい。最近のなんとかさんとの対談でスーツさんがエチカの発露的な発言されてましたって。あ、本当言ってた。あ、そっかそっか。もう、先月の、最初のちょっと、動画しか見てなかったもんですから、もうそういう発言も出てきてましたかね。はい。だとしたらもう全然大丈夫じゃないですか。別に精神疾患じゃないですよね。で、まあ、あれだけね、いろんな方が注目して見ているから、あの、まあ、よっぽどのことがないと、とんでもないことはやらかさないとは思いますけども。はい。そこは YouTuber だから多少演技してるのかもね。うん、どうだろう。彼はもう何者でもないが分かったから YouTuber だからっていうのがあるのかな。うん、別な要因で、ちょっと多少、そういうふうにしてあえて見せるってことをしたくなる気持ちもすごくわかるんで、あの、まあ、やってるとしたら、そっち側の意味合いでやってるんだ。YouTuber だからってことではないと思いますけどもね。うん。村上さんの時は案外落ち着いてましたよね。ってそうですね。だんだん落ち着いていくと思います。はい。でもまあね、気づきが来てもね、その後の人生もずーっと変わり続けるのよ、僕ら。終わりがないのよ。僕は何年前になるんだ約20年ぐらい前ですからね。それでもまだどん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 自分で変わっていってる自覚ありますしね。まあもともとどんな方なのか、あんまり知らないんで、余計なこと言えないんですけども。でもまあ、目覚め直後のインパクトのを感じた高揚感っていうのはそのまま出てたなと思って、楽しく見ておりました。はい。
ね、インフルエンザかなんかで高熱出たとかってそうみたいですね。うん。はい。スーツさんも悟ろうとして瞑想したり修行してたわけじゃないんだよね。突然だったのかなって、突然だったみたいですよね。ねでもさ、僕らのさ、日常の生活ってね、別に修行僧じゃなくても修行みたいなさ、忍耐の日々をやってない。ねえ。だからまあ僕の半生振り返っても、ね、別に修行は寺じゃなきゃできないってわけじゃないからね。きっかけ、何がきっかけだったんだろうって。なんだろうね。でもきっかけってね、うまく言えないんですよ。いろんなことがだって複合的に、同時に起きているわけで。で、別にそういう目覚めに限らずさ、例えば病気の原因だとかってさ、一つになんか特定しようとするところあるけど、そんなことないもんね、絶対。いろんな複合的な要因だからさ。ね。えだけど、ああいう形で目覚めが配信されると、今後ますます目覚める方が増えそうですよねって、そうだね。だから今までの、時代と違うのは、こういう情報が、こうしてインターネットで全世界にね、もう瞬く間に広がるっていう、そこがまあ、2000何百年前のね、マスターたちの気づきが広がらなかったのとは、もう訳が違うよね。もし釈迦が現代にいたら YouTube やってるかな。どうだろうね。多分やってんじゃねえかな。はい。